今日も夜の森からこんがま、フクロウのポポです。皆さんは会社の問い合わせ対応を自動化したいと思ったことはありませんか？今日もまたモグラの堀田さんの実話から始めましょう。堀田さん、今度は問い合わせ対応なんだね。どんな風に自動化しようとしたんだろう。堀田さんはまず受付、分類、定型回答という決まった順番の手順を一つ組みました。問い合わせが来たら必ずこの3ステップを順番通りに実行するというやり方です。堀田さんが作ろうとしていたのは、お客様からの問い合わせメールを自動で受け付けて、内容に応じて返品、注文確認、クレームなどに振り分け、よくある質問にはそのまま定型文で返信してくれる仕組みでした。皆さんも作ってみたいと思ったことはありませんか？私も思ったことあるよ、ポポ。問い合わせは毎日多いし、自動振り分けで対応したいところ。AI で対応できるものと人間が対応するものを分けて、AI で対応できるものは自動返信できたらいいのになって思うよ。わかります、美咲さん。堀田さんが最初に組んだのもまさにその振り分けて自動返信という仕組みでした。堀田さんが組んだようなあらかじめ組められた手順を決まった順番通りに実行する仕組みのことをワークフローと呼びます。手順が読める、単純で繰り返しの多い仕事にとても向いています。簡単な問い合わせならこれでバッチリ片付きそうですね。その通りです。実際最初のうちはうまくいっていました。営業時間を教えてください、送料はいくらですかといった単純な質問はこの3ステップで問題なく処理できていたんです。ところがある日、こんな問い合わせが届きました。先週届いた商品が注文と違う上に箱も潰れていました。返品したいのですが、対応の遅さにも正直がっかりしています。これ、商品違いなのか、破損なのか、クレームなのか、一つに決めづらいね。まさにそこが問題でした。分類のステップでこの問い合わせをどのカテゴリーに入れればいいのか判断できず、処理がそこで止まってしまったんです。決まった一本道の手順は想定していなかった分かれ道には対応できません。じゃあ分類のステップをもっと細かく増やせばいいのかな。堀田さんも最初はそう考えてパターンを一つずつ手作業で追加していきました。ですが問い合わせの組み合わせは無限に近く、増やしても増やしてもまた新しい想定外のパターンが出てくる、いたちごっこになってしまったんです。ここで必要だったのは手順を増やすことではなく、仕組みそのものを変えることでした。ツールの実行結果を見ながら次に何をするかをその場で判断していく仕組み、エージェントです。ポポさん、ワークフローとエージェント、この2つの違いってもう一度教えてもらえませんか？もちろんです、若葉さん。ワークフローは決められた手順を順番通りに実行する仕組み。エージェントは状況を見ながら次の一手をその場で判断していく仕組みです。手順が読める仕事はワークフロー、先が読めず状況に応じて対応が変わる仕事はエージェント。これが基本の分かれ道です。エージェントに作り直すって具体的にはどうやるんですか？実はエージェントの中身も丸ごと一つの魔法があるわけではなく、いくつかの決まったパーツの組み合わせでできています。堀田さんもこの5つのパーツを1つずつ組み込んでいきました。まず組み込んだのは前の工程の出力を次の工程の入力にするプロンプトチェーニング。問い合わせの内容を要約してからその要約をもとに返信の下書きを作るというリレー形式です。これってさっきのワークフローと同じじゃないの？鋭いですね。実はプロンプトチェーニングはワークフローの中の型の一つなんです。エージェントは状況に応じてこのワークフロー型のパーツを部品として呼び出すこともできます。手順が読める部分はチェーニングに任せて、判断が必要な部分だけエージェントが自分で考える、この組み合わせが大事なんです。次に組み込んだのはルーティング。問い合わせの内容によって返品担当、注文確認担当、クレーム担当と送り先を振り分ける方です。さっきの潰れた箱とクレームみたいな問い合わせはどこに振り分けられるんですか？いい質問です。実はルーティング一つだけでは複数のカテゴリーにまたがる問い合わせをうまく扱えません。この続きはもう少し後で解決します。まずは残りの型も見ていきましょう。3つ目は並列化。注文データベースの確認と FAQ データベースの検索を順番にではなく同時に走らせて両方の結果をまとめる方です。同時にやるから順番にやるより早いってことだね。はい、堀田さんのケースだと注文が本当に届いているかを確認しつつ、同時に同じような相談の FAQ がないかも調べられるので、返信までの時間がぐっと短くなりました。実は並列化にはもう一つ別の使い方もあります。同じ作業をあえて複数回同時に行って多数決で最終判断する投票というやり方です。
例えばクレームの深刻度を3回別々に判定させて多数決で最終判断するといった使い方ができます。この3回判定させるって毎回同じ聞き方をするの？それとも聞き方を変えたりするのかな？基本は同じモデルに3回聞きます。ただし毎回全く同じ聞き方だと似た答えばかりになりがちなので、プロンプトの言い回しや温度パラメーターを少しずつ変えて判定に多様な視点を持たせるのが典型的なやり方です。そしていよいよ複合問い合わせの出番です。4つ目はオーケストレーターワーカー。司令塔役が問い合わせをいくつかの作業に分解して複数の実行役に割り振る方です。商品違いプラス破損プラスクレームの問い合わせなら、司令塔がまず3つの作業に分解します。商品違いの確認、破損の返品手続き、お詫びの一言を添える。それぞれを担当のワーカーに割り振って最後に1つの返信としてまとめるんです。なるほど。一つの厄介な問い合わせも分解すればそれぞれは単純な作業になるんですね。その通りです。若葉さん、複雑なままだとどこから手をつけていいかわからなくなりますが、司令塔が役割ごとに切り分けてしまえばそれぞれのワーカーは自分の担当だけに集中できます。そして最後にもう一つ、送信前の仕上げに欠かせない型があります。最後の5つ目はエバリュエーターオプティマイザー。回答案を評価役がチェックして直しては評価を繰り返す方です。お詫びの言葉が足りないな、この言い回しは冷たく聞こえるかもしれない。そういったチェックを送信前に自動でかけて必要なら書き直す。この一手間で返品やクレームのようなデリケートな返信の質がぐっと上がりました。受付、分類、定型回答の一本道だったワークフローが随分賑やかになったね。はい、チェイニングで下書きを作り、ルーティングで担当を振り分け、並列化でスピードを上げ、複合問い合わせはオーケストレーターワーカーで分解し、最後はエバリュエーターオプティマイザーで質をチェックする。この5つを状況に応じてエージェントが自分で組み合わせて使うんです。堀田さんの問い合わせ対応、今はちゃんと動いてるんですか？はい、商品違いプラス破損プラスクレームのような込み入った問い合わせも今ではきちんと3つに分解されて、それぞれ丁寧な返信としてまとまるようになりました。堀田さんも一安心です。手順が読めるならワークフロー、読めずその場の判断が必要ならエージェント、そしてエージェントの中身はプロンプトチェーニング、ルーティング、並列化、オーケストレータースラッシュワーカー、エバリュエータースラッシュオプティマイザーという5つの型の組み合わせでできている。今日はこの2つを覚えて帰ってください。ポポさん、今日もとても勉強になります。今日学んだことをちゃんと身についたか、クイズ確認ですよね。私もクイズに参加します。もちろんです。それでは今夜の黒板クイズに行きましょう。黒板を用意しましたよ。第1問、問い合わせ対応のように次にどんな行動が必要になるか事前に決められず、途中の結果によって対応が変わる仕事があります。こういう仕事には固定のワークフローとエージェントどちらが向いていて、それはなぜでしょう？答えは B、エージェント。結果を見て次の一手を判断できるからです。堀田さんの問い合わせのように先が読めず状況依存の仕事にはその場で判断できるエージェントが向いています。第2問、ある文書が翻訳、要約、整形という決まった順番を必ずこの通りに通り、それぞれの工程の出力が次の工程の入力になります。このワークフローパターンは？答えは C、プロンプトチェーニングです。前の工程の出力が次の工程の入力になる、決まった順番を必ず通るリレー形式でしたね。第3問、堀田さんに商品違いプラス破損プラスクレームが1通に混ざった問い合わせが届きました。司令塔役がこれを3つの作業に分解し、それぞれ別の担当に割り振って最後に1つの返信としてまとめました。この方は？答えは A、オーケストレーターワーカーです。司令塔が仕事を分解して複数の実行役に割り振り、最後にまとめる方でしたね。ルーティングは振り分けるが手で分解はしません。並列化は同時に走らせる点が違います。第4問、返信の下書きができた後、評価役がお詫びの言葉が足りないとチェックし、下書きを直してもう一度評価するというやり取りを繰り返しました。この方は？答えは D、エバリュエーターオプティマイザーです。
評価役がチェックしては直し、直してはまた評価するを繰り返して質を上げていく方でしたね。今日はここまでです。手順が読めるかどうかでワークフローとエージェントを使い分けること、そしてエージェントの中身はプロンプトチェーニング、ルーティング、並列化、オーケストレーターワーカー、エバリュエーターオプティマイザーという5つの型の組み合わせでできていること、この2つを持ち帰ってください。ワークフローとエージェント、あれから5つの型まで、堀田さんの問い合わせ対応、ずいぶんしっかりした仕組みになったね。ポポ、堀田さん、ありがとう。ポポさん、堀田さん、美咲さん、今日もとても勉強になりました。この動画が面白かった、ためになったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。次回は構築編、エージェント SDK で実際にエージェントを組み立てる話です。また次回の夜の森で AI アシスタントフクロウのコポでした。皆様こんにちは、みさきです。私は毎日ポポと一緒に EC の現場で AI を使って仕事をしています。このチャンネルでは忙しいあなたの代わりにポポが AI 情報を選んでお届けします。明日の仕事で AI を使いたい。AI を基礎から学びたい。AI 試験に合格したい。そんなあなたをアシストします。チャンネル登録、いいねボタンぜひお願いします。それではまた。